こんにちは、学びオタクです。今回は SD ガンダムワールドヒーローズのキラ鋼物語より天下無双大将軍を制作していきます。第78代目武者ガンダム隠密ガンダムエアリアルに引き続き3つ目のキラ鋼を身につけるものです。天下無双大将軍のキラ鋼は隠密ガンダムエアリアルに付属しているので注意が必要です。この天下無双大将軍は信長エピオンガンダムが出世した姿で SD 戦国伝シリーズの歴代ガンダム大将軍を彷彿とさせる装備やフォルムをまとっています。今回はこの天下無双大将軍を全塗装で制作していきたいと思います。今回の制作のポイントはズバリマスキング技術の向上です。その中でも丁寧なマスキング、肉抜き穴を埋める、エナメル塗料を使わない塗り分けがポイントになります。いつものマスキングテープを大きく貼ってデザインナイフで切り出すという方法ではなく、今回は細かいマスキングテープで輪郭を丁寧にマスキングする方法を実践してみました。私、学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃え、ノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。今回の仮組みについても付属シールも貼った上でどんな見栄えなのかも含めて確認してみました。普通に組み立てをし、付属のシールを貼った状態がこちらになります。やはり正面からの印象はいいのですが、バックからの見た目はあまり良くありません。翼のシールは正面からのものしかなく、また肩の細かい部分もシールは付属しておらず、78代目武者ガンダムの素組みと比較すると見劣りするかもしれません。とはいえキットそのものにはディティールがしっかり入っているので、こちらを塗装で表現していきたいと思います。では最初のポイントである肉抜き穴を埋めていきます。肉抜き穴は太ももの内側と手の手刀部分にがっつりありますので、こちらを埋めます。手の手刀部分はいつものようにプラ板で大きな隙間を埋め、瞬間カラーパテで細かい隙間を埋めてヤスリで整えていきます。これは手の手刀部分の肉抜き穴をプラ板で埋めたものです。この後にカラーパテを乗せていきます。太ももの肉抜き穴は特に大きいので、まずは余ったランナーで大きな隙間を埋めていきます。段差などもあるので、その後の形を整える際にも手間にならないよう注意します。余ったランナーがこれ以上入らないくらいまで肉抜き穴を埋めていきます。ある程度整えたら瞬間カラーパテで細かい隙間を埋めていきます。もちろん瞬間接着剤用硬化促進剤で時短をしています。ただ太もも部分については思ったような形状になりませんでした。そこでしっかりと形を整えていくために、その上からポリパテを持って形を整える必要があると判断しました。ポリパテのポイントはしっかりと混ぜ合わせることと、なるべく空気が入らないにすることです。ポリパテは削り出して形を整えていくものなので、少し大げさに盛り付けるのもポイントです。その後私はペンサンダーで削り出しました。ペンサンダーで削り出したのがこちらになります。動画では撮影していなかったのが悔やまれます。肉抜き穴を埋めたので、細かい削りカスなどを落とすために一旦超音波洗浄機にかけました。ここから塗装をしていきますが、まずは削り残しや合わせ目がきれいに消えているのかを確認するために一度グレーサフを吹いています。小さな傷や合わせ目の削り残し、段差の確認などをするには黒サフやシルバーサフよりやはりグレーサフが一番きれいに分かります。段差などのモールドが浅い場合もグレーサフだと見つけやすいのがメリットです。段差やモールドが浅いと感じた箇所はこの時点で筋彫りなどで彫り直しをしておきます。ポリパテで埋めた肉抜き穴もグレーサフできちんと確認します。
それなりの出来ではないでしょうか。一旦すべてのパーツにグレーサフをした状態にし、それぞれ不自然さなどがないか確認します。天下無双大将軍で特徴的なメタルグリーンをエアブラシで塗装します。下地はグレーなので薄く塗り重ねていきます。今回はエアブラシで2度塗りしています。このメタルグリーンは主張が強いので、厚塗りしすぎてしまうと台無しになってしまうので、薄く塗り重ねていきます。特に額当ての鳥の目や主砲の鳥の目のグリーン部分はとても印象的ですね。紺色部分は信長エピオンガンダムの名残のカラーです。今回はガイアのマーズダークブルーで塗装します。こちらもホワイトメインのカラーの中で特徴的なアクセントになっていますので、丁寧に塗装していきます。溝の内側部分にもしっかり塗装しておきます。マーズダークブルーは光沢のため艶消しクリアを塗装しています。今回もゴールド以外は全て艶消し塗装でいきたいと思っているので、この時点で紺色部分に艶消しクリアを塗装しておきます。今回のポイントである細かいマスキングです。今までは大きくマスキングテープを貼ってデザインナイフで切り出すという方法でしたが、今回は細いマスキングテープでマスキングしていく方法を実践してみました。理由はどちらもできるようになっておきたいからです。細いマスキングテープを貼り重ねていく作業は気が遠くなるようなものですが、私には意外と合っているのか、時間を忘れてせっせと作業しました。マスキングのコツはダイエットや仕事と同じで、コツコツ最後まで続けることです。途中でやめてしまうとうまくいきません。プラモデルからも人生を学ぶことができますね。こちらは外側には細かいマスキングテープを貼り、内側の特徴的な三角形のものにはマスキングテープを大きく貼って切り出す方法でマスキングしました。コツコツとマスキングした後は、はみ出した部分を隠蔽のためシルバーサフを吹きます。この後隠蔽力の低い赤や白を塗装するので透けてこないようにするためです。この紺色部分は意外と多いので細かくたくさんマスキングしています。これをするのとしないのとでは出来上がりに雲泥の差が生まれると思います。特徴的な背中の羽の部分も丁寧にマスキングした上からシルバーサフを吹きました。次にエピオンガンダムの特徴的な小豆色をシャア専用レッドで塗装していきます。こちらも信長エピオンガンダムの名残ですね。いろんな小豆色があるのですが、相対的に見てこのシャア専用レッドが一番エピオンの小豆色に近いように思います。リアルグレードのエピオンも積んだまま持っているので、エピオンの製作の際にも使いたいと思います。またこの天下無双大将軍にはエピオン由来の小豆色と通常のレッドが使われているので、色分けに注意が必要です。実は以前に信長エピオンガンダムを全塗装で製作したのですが、このエピオンの小豆色にマッチするカラーが当時はなく、いろいろと調色して作った覚えがあります。当時は YouTube をしていなかったので、もちろん過去動画にもありませんのでご容赦ください。またいつか信長エピオンガンダムも改めて制作して動画をアップしてみたいと思います。クレオスのレッドを塗装します。やはり先ほどのシャア専用レッドと比べると非常に色鮮やかですね。このレッドは歴代ガンダム大将軍由来のものですね。
この赤と小豆色の塗り分けも手間ですが、きちんと塗り分けることで歴代ガンダム大将軍らしさと信長エピオンらしさと彷彿とさせて非常にかっこよくなると思います。ここから再び小豆色とレッド部分をマスキングしていきます。まずはいつも学びオタクがやっているマスキング方法です。大きくマスキングテープを貼り付けて形状を浮かび上がらせてデザインナイフで切り出していく方法です。メリットはその形状にきれいにフィットしてくれる点です。デメリットはデザインナイフの刃の交換回数が増えてしまう点と、力を入れすぎてしまうとパーツに傷が入ってしまう点です。こちらの方法はかなり慣れが必要だと感じます。こういった奥まった部分の大きいマスキングには切り出すマスキングは向いていると言えます。逆に塗り分けをはっきりさせる部分については細いマスキングでラインをしっかりなぞっていくことが大切かと思います。いよいよ次にホワイトを塗装するので、その前にはみ出し部分をシルバーサフで隠蔽します。シルバーサフの隠蔽力は凄まじいですね。綺麗に赤を覆い隠してくれます。こうすることで綺麗なホワイトを塗装することができます。私は子供の頃、2代目ガンダム大将軍、3代目ガンダム大将軍、そして初代ガンダム大将軍を持っていたような記憶があります。特に2代目ガンダム大将軍は思い入れがあり、先日レジェンド BB で再販されているものをつい購入してしまいました。皆さんの思い出の大将軍はありますでしょうか？よかったらコメントで教えてくださいね。さて、ホワイト部分は今回ガイアのアルティメットホワイトを使って塗装していきます。塗膜が厚くならないよう注意して塗装していきます。アルティメットホワイトは光沢塗料なので、この後艶消しクリアも忘れずに塗装します。この時点でアルティメットホワイトを艶消しクリアで塗装します。ゴールド以外は艶消しで仕上げるためです。個人的に艶消し仕上げが好みです。再びマスキングをしていきます。残すホワイト部分をマスキングしていきます。ここで思ったのは、ホワイト部分を通常の黄色のマスキングテープでマスキングした場合、非常に見づらく、実はマスキングしたと思ってもマスキング漏れや小さな隙間があったことに完成した時に気づきました。ホワイトのパーツにマスキングする場合は通常の黄色のマスキングテープではなく、なるべく色の濃いマスキングテープを使うことを学びました。次回以降のホワイト部分のマスキングに今回の反省を生かしていこうと思います。ホワイト部分を丁寧にマスキングしたら、次にグレー部分をガイアのミディアムブルーで塗装していきます。ミディアムブルーは隠蔽力が高いので、ホワイトのはみ出し部分は気にせずガンガン塗装していきます。そしていよいよラストのゴールド部分の塗装になります。ゴールドの下地はもちろんブラック。今回も下地の黒サフを塗装して、その上からゴールドを塗装していきます。まずはガイアのエボブラックで黒の下地を塗装しています。シールで再現されていた特徴的な胸の部分も今回はエナメルで塗り分けるのではなくマスキングで塗り分けてみました。
今回もゴールド部分はクレオスのスーパーリッチゴールドを塗装していきます。先ほど黒サフで塗装した部分の上からスーパーリッチゴールドを塗装していくだけです。いろんなゴールドがありますが、個人的にこのスーパーリッチゴールドの発色が良くて一番のお気に入りです。マスキングを剥がしていきます。今までコツコツ塗装してマスキングを繰り返してきたので、このマスキングを剥がす瞬間が集大成ですね。この部分は別途ショート動画などにしてみたいと思っています。ホワイト部分に少しゴールドがはみ出している箇所があります。こちらは後にリペイントしています。この原因はホワイト部分に見づらい黄色のマスキングテープを貼った弊害ですね。家紋の部分に関してはエナメルのグレー塗料で墨入れの要領で色を入れ丁寧に拭き取りました。背中のバックパックに入った印象的な家紋も同様に。すべての工程を終えてパーツを並べたのがこちら。次はいよいよ最終組み立てになります。天下無双大将軍の全塗装いかがでしたでしょうか。足の太もも部分の肉抜き穴もきれいに埋まってくれました。 SD 戦国伝から続く往年のガンダム大将軍の最新キットということもあって非常に細かいデザインが施された洗練されたキットとなっています。毎回 SD ワールドヒーローズのキットには必ず言及するように、この緻密な塗り分けは上級者向けキットだと思います。とはいえマスキング技術の練習に SD ワールドヒーローズのキットは最適だと思います。またエピオンのカラーに往年のガンダム大将軍のカラーリングが懐かしさと新しさを融合させており、非常にかっこいいキットになっているのもポイントです。そしてお決まりの飛行形態への変形という大将軍ならではの変形ギミックもしっかり再現されており、そのシャープさから SD とは思えないものとなっております。ということで今回の天下無双大将軍の評価はこちら。大将軍ならではのバックパックが可動部分やパーツ保持度の評価を多少下げてはいるものの、組み立てやすさは非常に安易です。特に飛行形態への変形ギミックは非常によくできており、そのかっこよさは歴代大将軍の飛行形態の中でも突出しているのではないでしょうか。また天下無双大将軍が胸につけられるキラ鋼については隠密ガンダムエアリアルに付属してますのでご注意ください。ということで今回のキット初心者おすすめ度は星1つです。塗装を前提としたきらびやかさがあるので初心者には非常にハードルが高いキットになっているかと思います。その反面全塗装でやった場合のきらびやかさは最高だと思います。今回の制作で唯一悔やまれる点は白いパーツに黄色のマスキングテープを使用したことです。これにより細かい隙間などを見逃し
リペイントという無駄な時間がかかってしまった点です。取り急ぎ濃い色のマスキングテープを購入したのは言うまでもありません。今回の動画いかがでしたでしょうか。比較的丁寧にマスキングしたつもりではいたのですが、やはりまだまだミスが目立ちます。色違いのマスキングテープを駆使してより一層のマスキング技術の向上を目指してやっていきたいと思います。これからもプラモデルの腕を磨き、制作ノウハウやキットの制作過程、チャレンジしてみたこと、学んだことなどを発信していきたいと思っていますので、見逃さないためにもチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定をしておいてもらえると嬉しいです。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお過ごしください。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。